今日の動画はこんなお話。超音波センサーを使って距離を測ります。今日使うのは Arduino Uno R4 の Wi-Fi バージョン、ブレッドボード、超音波センサー、各種 LED、抵抗、そしてジャンパーワイヤーを適量。これらを使って超音波センサーで距離を測る回路を作ります。超音波センサーは超音波を使って物体までの距離を測るセンサーです。片方から超音波を発生させ、もう片方で反射して帰ってくる超音波を検知し、それにかかった時間を測ります。計測した時間は往復にかかった時間なので、物体に到達するまでの時間はその半分。それに音速の 340m/s をかけることで物体までの距離がわかるという仕組みです。Arduino Uno で使う場合の配線図はこんな感じです。VCC はプラス 5V に、グランドはグランドに接続します。超音波センサーのトリガーピンとエコーピンはそれぞれ Arduino の IO ピンにつなぐのですが、今回は例えば7ピン、8ピンにつないでみました。これで回路は完成です。では実際に Arduino IDE でプログラミングをしていきましょう。まずはじめに超音波センサーの動作について整理します。センサーのトリガーピンに氦を出力すると超音波が発生します。この時パルス幅は10マイクロセカンドにします。超音波が発生するとエコーピンが氦に上がります。そして超音波が反射して帰ってきたことを感知した時、エコーピンはローになります。このハイになってからローになるまでのパルス幅をプログラムで計測することで往復するのにかかった時間を求めます。時間が分かれば、あとはそれを2で割った値に音速をかけることで距離が求まります。ではプログラミングをしていきましょう。まず初期設定でトリガーピンをつないでいるピンを出力に、エコーピンをつないでいるピンを入力に設定します。また念のためディジタルライトでピンをローに初期化しておきます。次にループの中身を書いていきます。ディジタルライトでトリガーピンに氦を書き込みます。先ほどご紹介した通り、パルス幅は10マイクロセカンドに設定しなければならないので、ディレイマイクロセカンズで10マイクロセカンドの待機を作ってからディジタルライトでローを書き込みます。これで超音波が発生したので、次は往復にかかる時間を計算します。時間を求めるにはパルスインという関数を使います。具体的には画面のようにエコーピンと氦を指定して記述すると、エコーピンが氦になってからローになるまでの時間を数値で返してくれます。つまりこの変数には往復するまでにかかった時間が格納されています。単位はマイクロセカンドです。あとはこのマイクロセカンドやセンチメートルといった単位の換算に気をつけながら距離を求める式を書いて変数に代入し、シリアルプリントでシリアルモニターに距離を表示させます。最後に測定間隔を空けるためにディレイで200ミリセカンドの待機命令を書けば完成です。では実際に動かしてみると、今物体があるのはセンサーから 20cm の地点ですが、シリアルモニターにはおおよそ 20cm を表示できています。そこから物体を動かすと、それに応じて表示する距離も短くなっていきます。これで超音波センサーの基本的な使い方はできました。では応用として距離に応じて LED を光らせる回路を作ってみます。回路は簡単で、必要な数だけ LED を Arduino の IO ポートにつなぐだけです。今回は緑が3個、黄色が3個、赤が2個の合計8個をつなぎました。LED の抵抗は赤と黄色が 10kΩ、緑は 100kΩ を使いましたが、LED に合わせて適切に選んでください。また超音波センサーをつないでいるピンが変更されていることにも気をつけてください。一方でプログラムはどうするのかというと、物体までの距離が数値で分かっているので、例えば 17.5 から 20cm の間なら1つ目の LED を点灯し、
15センチから 17.5 センチの間だったら2つ目の LED までを、12.5 センチから15センチの間だったら3つ目の LED までを点灯というふうに if else 文で距離の条件をそれぞれ書いていけば、距離に応じて LED を光らせることができます。実際にプログラムを作って書き込むとこんな感じで動作します。ソースコードはリンクに載せておくので、興味がある方はぜひ見てください。ということで、今日の動画は超音波センサーを使って距離を測るでした。今回は超音波センサーで測った距離に応じて LED を光らせてみましたが、例えば特定の距離まで物体が近づいてきた時にモーターを止めるにはどのようにすればよいでしょうか。ぜひチャレンジしてみてください。それではまた次回。さよなら。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。